はい、お疲れ様です。西玉屋の北川です。今回はですね、ハンドメイドだけで生活はできるのかというね、テーマで話をしていきたいと思います。これはね、結構みんな興味のある内容じゃないかなと思います。そして、なんていうかな、この上っ面の話じゃなくて、売上の話とか、現実的な話をね、今日はしたいと思います。ぜひね、ハンドメイド作家として活躍していこうとかね、今後、作家を目指してやっていこうと思ってるんだけど、実際どうなんだろうって気になってる人はね、最後まで見ていってください。おそらくね、多くの人はね、このテーマについてこう思ってると思うんだよね。実際にそのハンドメイドで販売したことあるけれども、正直ね、小遣い程度稼ぐのが関の山でしょとかね。もし生活できるとしても、それは旦那さんの収入があって安定してるからできてることでしょとかね。あるいは、本当にこれだけでやっていける人っていうのは、ほんの一握りだけでしょって思ってる人が多いと思います。で、結論を言うとね、ハンドメイドだけで生活するっていうのはできます。なぜなら、僕がやってきたからです。僕は8年前にこの世界に踏み込んだんだけれども、その時はハンドメイドなんて趣味でも何でもなかったし、そもそも僕ヨーモンフェルト作家なんだけども、ヨーモンフェルトのことすら知らなかった。その状態から始めて、作家活動をね、本格的に個人事業主としてね、スタートしました。確かにね、最初の1年大変。だけど、今日まで実際に僕はこのハンドメイドだけで8年間生活してきてます。僕一人暮らしじゃなくてちゃんと家族いるからね、家族を養ってます、これで。で、じゃあみんなが気になるところは、ハンドメイドで生活している人っていうのは、なんとなくみんなね、いることは分かってるんだけど、みんなが知りたいのって、実際その、ハンドメイドで生活している人っていうのは、どれくらい売り上げてるのか、どれくらいの収入があって、それで実現できているのっていうところが気になるところじゃない、正直ね。というわけで、僕はまあ、人のことは分からないから、僕のことしか言えないけれども、僕が実際にどれぐらいの売り上げを上げてるかっていう話をしますね。これはね、去年なんだけれども、僕の売り上げは年商は1600万です。で、年商だからね、売り上げだから、そこから諸々の経費とか差し引くから、で、所得として残るのが、だいたい1000万超えてるぐらいですね。なんだけど、現状は、この1000万からね、僕個人事業主だから、税金も、社会保険料とか年金も全額自分で払わなきゃいけないから、なので、ここから、だいたいね、40%くらい持ってかれるんですよ。なので、手残りとしては600万くらいかな。ざっくりとね。それぐらいが残るっていう話です。まあ、これがね、現実的な話です。ただ、これは、1600万売り上げてると言っても、僕は作品作りだけでこれを言ってるわけじゃなくて、今ね、こうやって YouTube で配信もしてるし、オンラインで教室とかもやってるから、そういった諸々のハンドメイド作家としての諸々の活動を全て含めて、この売り上げね。でも、多くの人は作品作りでどれぐらいいくのか知りたいと思うので、僕ね、3年前までもう純粋に作品作りしかしてなかったです。で、その頃の売り上げがいくらだったかっていうと、年商ね、1年間の売り上げが690万でした。もう作品作って販売だけで。まあ、販売って言っても僕の場合はオーダーメイドだけども、690万。それで経費もろもろ引いて、手残りがね、だいたいね、500万ないぐらいです。で、そこから税金だなんだ引かれるから、まあ、だいたい400万ぐらいかな、残るの。なので、それがね、現実なんですよ。で、実際にその作品作りでも、それぐらいは行くんですよ。ただね、これは、頑張ればね、僕は、めちゃくちゃ作品作りまくれば、年商1000万はね、行くのは見えてました、その時。なんだけど、それをやるとね、もう朝から晩までひたすら作品作りになっちゃう。で、それはさすがに避けたいから、じゃあ教えることも始めていって、もう少し自分の時間の余裕、家族と過ごす時間とかそういうのをしっかり増やしていこうと思って、オンラインで教えることとか、YouTube だったりとか、そういうことをね、始めました。なので、まあ、一言でね、ハンドメイド作家で食べていくって言っても、いろんな方法があるから、本当純粋に作品販売だけしてやっていきたいのか、その他に横展開していって、いろんなことをやっていきたいのか、その人のやりたいスタイルによって変わってくるから、一概には言えないっていうのも、でも僕はこういったスタイルで、間違いなく、ハンドメイド作家として、羊毛フェルト作家としてね、8年間、もうこれだけを収入にして生活してます。
なので結論はハンドメイド作家としてこれだけで食べていくことは可能です。ただね、これが誰しもができるのかって言ったらね、さすがにそんな簡単な世界じゃないです。で、このハンドメイド作家として実際にこれを仕事に生計を立てていくってなると、2つの力が必要です。で、それは何かっていうと、まずね、作品そのもの、商品そのものだからね、それを作る技術力だよね。作品を作る力。その他に作品を売る力が必要なんですよ。これめちゃくちゃ大事。なんだけど、多くの人はね、この作品、技術さえ上がれば、素晴らしい作品さえ作れるようになれば、いつか売れるようになるっていうね、幻想を抱いてやってるんだけど、間違いだから。どんなに素晴らしい作品が作れるようになっても、めちゃくちゃ技術が上がったとしても、売る力がなかったら売れないです。でも逆に、作品力はそこまで高くなかったとしても、この売る力がしっかりあったら、生活できるできないっていうのはちょっと別にしても、しっかりとね、作品を売っていくっていうことは可能です。でね、この力はね、どちらかが足りなかったらね、もう絶対無理なの。作品だけ、技術だけがね、高かったら、どうなるかっていうと、確かに自分の技術は上がっていくし、注目度も上がるだろうね。今 SNS とかあるから。だから、ある程度注文は入るようになると思うよ。だけど、それだけで生活できるようになるかって言ったらそんなことはない。逆に、売る力だけあったとしても、自分の技術が低くて、そこそこの作品しか作れないんだったら、当然ね、高い値段で売れるわけがないんだから、そうすると、じゃあそれで生活できるかっていうと無理だよね。だから、技術も必要だし、売る力もこの両方が必要になってくる。なんだけど、みんなね、やっぱり技術が上がれば、いつか売れるようになるんだっていう幻想を抱いてるわけね。で、ここでちょっとね、自分の胸に聞いてほしいんだけども、例えば何年も練習してきたり、あるいはね、教室に通ったり、何かね、オンラインで講座を受けたりとか、いろんなことしてみんな技術を学んでスキルアップしてると思う。で、それはとても大事なことなんだけれども、じゃあそれをやってきてね、どうだろう。数年前の自分と作品力、確かに技術は上がったけど、今はしっかりと売れてるかいっていう話。売れてないよね。それはやっぱり売る力を勉強してないからなんだよ。そして、技術だけじゃ売れていかない。これね、スポーツに例えると分かりやすいと思うんだけども、例えば、野球の話をしようか。ピッチャーがね、すごい投手からいろんな変化球の投げ方、ボールの握り方、それから投げ方とかを教わったとしてもよ。でも、そもそもの体力がなくて、そもそも投げ込みとかしてないから体の使い方もよく分かってないような状態の人が、こうやって握ってこういう風に投げればこの変化球が投げれるんだって教わったとしても使いこなせるわけないじゃん。だって体力もない体の動かし方も正しく分かっていない。どんな素晴らしい技術を学んでも使いこなすことができない。それと同じことが起きていて、みんな自分の技術を上げようとしていろんなところで新しい技術、すごい高度なテクニックとかを学びに行くんだけれども、そもそもの自分の基礎的な部分、そこが出来上がってないのにテクニックだけを増やしても使いこなせないわけね。で、どういうことかっていうと、これはね、僕よく木でこういうふうに説明するんだけども、いろんな先生方がこう作り方とかね、いろんな技術を教えてくれるんだけど、それはね、もう素晴らしいことだし、ぜひね、みんな学んで身につけてほしいんだけども、でも身につけるためには、やっぱりこの木の絵のようにね、何が必要になってくるかっていうと、この幹が太くなきゃダメなの、自分の。で、このテクニックとかっていうのは、この枝葉の部分なの。この立派な枝に葉っぱがたくさんなって、そして美味しい果実が、実がなるわけね。なんだけど、その立派な枝を生えて、葉っぱがいっぱい増えて、そして木の実がなるっていう、この枝を作るためには、めちゃくちゃ太い自分のね、立派な幹を育てる必要があるの。この幹を育ててないのに、あの立派な枝の向こうになってる木の実がね、なったらいいよねって言って、それを手に入れようって学びに行くんだけど、そもそも自分の幹が細かったらそれ生えないから。だから、それを学びに行くのはいいの。どうやったらその木の実をならすことができるのか。それはいいの。それを習ったら自分の幹をまず太くすることもやらなきゃ。みんなそれをやってないの。
だから何年やっても伸びていかない。伸びていかないわけじゃないんだけど、ゆっくりとしか伸びていかない。そしてなんか、ゆっくりだと、確実に成長はしてるんだけれども、どうしてもほら、目に見える成長じゃないとさ、落ち込んでくるじゃない。なんか自分に才能ないのかななんてさ。そんなことはなくて、ちゃんと自分のその基本となる部分、その木の幹の部分を育ててあげると、全然作り方って変わってくるし、そのね、習った素晴らしいテクニックもしっかりと自分の作品に活かせるようになるから、めちゃくちゃもったいないことしてるからみんな。みんなね、いろんな先生がもう素晴らしいテクニックとか作り方とかね、いろんなこと教えてくれてるじゃない、今ね。で、あれは本当に素晴らしい技術。で、あれをもうね、惜しげもなくみんな教えてくれてんの。あれを、せっかくね、みんな学びに行ったんだったら、それをしっかりと身につけなきゃ。で身につけるためには何度も言うけど、木の幹、自分の幹を、基本となる部分を太くしなきゃいけない。じゃあ、この木の幹の部分っていうのは、僕の持論なんだけれども、どこに当たるかっていうとね、例えば作品作り、僕は羊毛フェルト作家だからね、その作品を作る上で何が大切になってくるか。それは、僕はね、これから作ろうとする形、その形のイメージをしっかりと持つことなんだよ。イメージできてないことは体で表現できないから。スポーツやったことある人ならわかると思うけど、自分が頭の中でイメージできない動きは絶対できないから。それと同じで、作品も頭の中で、ここがこうなってるよね、ここが凹んでるよねって分かってないと、形に正しくできないから。当たり前のことなんだけど、でもね、実はみんなこれをすごくおろそかにしてる。だから、作品を作ろうと思ったらそのモデルがあるよね。それをしっかりと写真なら写真を見て、その形がどうなってるのかっていうのをしっかりと観察をして、情報を読み取らなきゃダメ。それで頭の中にしっかりと形のイメージをある程度作ってから作品作りをする。すると、形がかなり変わってきます。みんなここをぼやっとしたまま作ってるからぼやっとしたものしかできない。でもね、僕もいろんな人に教えてきて、みんな言うの。写真見ながら作ってるんです。写真を見てるだけと、その写真から情報を得るっていうのは全く違うことだから。しっかりと観察しなきゃ。すると見えてくるものが全く違うから。するとね、本当にね、もう新しい技術を学ばなくても、もともと自分が持っている能力をしっかりと開花させてあげることで、作品のレベルっていうのはめちゃくちゃ変わるんです。だからみんな外からね、いろんな先生から新しい技術を学ぼうってね、答えをもらおうとするんだけども、まず自分の中にあるものを育てなさい。もちろん、習うことはいいこと。で、それだけじゃダメ。絶対に上手くなっていかないから。それをもらいつつ、学びつつ、自分の中のものも育てる。こういう風にやっていかないと、何年やっても時間だけがどんどん過ぎてってもったいない。だからそんな風にね、こう写真とか作るモデルを見るときにどういう形をしてるんだろうっていうのを見てほしいです。はい。とはいえね、そんなことを口で言うのは簡単だよって当然思うよね。これね、本当に口で言うだけじゃね、わかんないんだよね。で、実際に体験しないとわかりません。というわけで、実際にね、みんなが体験できる場をね、設定しようと思います。はい。というわけでね、1ヶ月集中技術アップ講座というのをやります。で、これはね、8月18日開始します。ちょうどね、お盆休みもあるし、みんな休みはね、リラックスしてね、いろいろね、旅行に出かけたり、いろんなことをすると思うし、休み明け18日ね、スタートしたいなと思います。で、細部のやり方はまた詳しく説明するけど、基本的にはこの YouTube でやります。ライブ配信とかしないけど、別に普段通りこういう風に配信をして、この配信の中でみんなに課題を与えて、そして作品作ってもらって、それをね、提出してもらいます。で、その提出してもらった作品を僕が見て添削をして、また YouTube でね、みんなに公開添削をして、勉強会みたいな感じでやっていこうと思っています。ただ、YouTube だけでは完結できないので、みんなが作品を提出する場所っていうのはね、別に作ろうと思います。で、この辺はね、細かい設計はまた出来上がったらね、皆さんに YouTube の方で配信していきます。とにかく8月18日スタートしますからね。これ無料でやりますからね。1ヶ月集中講座って言っても実質は3週間くらいのものになると思うんだけども、でもね、みんなが自分の持っているその能力、観察する力、それをしっかりと引き出すだけで作品がこんなに変わるんだっていうのを体験してもらいます。確実に作品の作り方変わるので、ぜひね、多くの人の参加をお待ちしています。はい。というわけでね、今回はね、ハンドメイドだけで本当に食べていくことができるのかっていうテーマで話をしました。
で、その中で2つ話をしたよね。ハンドメイドだけで食べていくためには2つの力が必要で、1つは作品を作る力。もう1つは作品を売る力。で、今回は作品を作るときに、まずはね、いろんなテクニックだけを学ぶだけじゃなくて、自分の幹となるね、自分の中の感覚を育てなきゃいけないよ。写真からね、読み取って、これから作る形をね、しっかりとイメージできなきゃいけないよっていう話をしました。で、次回はね、もう一つの大事な話、売る力。これについてね、解説をしていきたいと思います。はい。というわけでね、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。